ちは、あやはれです。今日は鶏胸肉が安くまとめ買いできた時によく作っている鶏ハンバーグの作り置きとアレンジレシピを紹介します。具材や調味料を混ぜた状態で冷凍しておけば、ハンバーグとしてはもちろんいろんな料理にアレンジできます。節約にも時短にもなって、ダイエット中の自炊が楽になるので、ぜひ作ってみてください。まずは肉ダネを作り置きします。今日紹介するレシピの作り方はすべて概要欄に記載しているので、作る時に活用してください。フードプロセッサーがない方は鶏ひき肉を 1kg 用意してください。まずは 1kg 分の鶏胸肉をミンチします。大きめのボウルに入れておく。えのきもみじん切りします。石突きを落として半分にカット。フードプロセッサーに入れてみじん切り。えのきは鶏胸に紛れ込ませたいので、できるだけ細かくします。最後に玉ねぎ、ざっくりカットしてみじん切り。玉ねぎは食感が残るようにみじん切りしすぎないようにするのがポイントです。皮は最後に小さくカット。卵1個、マヨネーズ大さじ1、塩コショウ少々。ひたすら練ります。保存容器を用意。クッキングシートをあらかじめ敷くことで、そこにひっつかないようにします。一つあたり 200g で丸めます。作り置き完成です。冷凍庫で保存。2週間以内に食べます。ちなみに先週作った時は丸める手間を省きたいと思って容器に敷き詰めてみました。結論から言うと、こっちの方が時間がかかって、まず全体を同じ厚みにするのが結構時間かかりました。ぎゅうぎゅうに敷き詰めてしまっているので、なかなか取り出せないのも大変でした。食べる分には全く問題ないのですが、一つずつ丸めて冷凍するのが簡単なのでおすすめです。まずは基本のハンバーグの作り方を紹介します。
今回は2種類ケチャップソースと和風おろしを紹介します。冷凍ハンバーグを1食分取り出します。水 100ml、 アルミホイルを乗せて包んだら蓋をして弱火で5分蒸す。ハンバーグに添えるサラダを準備。半年ぐらい購入するか悩んだ真空保存容器を最近購入しました。ひっくり返して再度弱火で5分加熱。残った水分を飛ばしつつ両面に焼き色をつける。爪楊枝を刺して透明の肉汁が出たら完成。ケチャップ小さじ2、醤油小さじ1/2、てんさい糖小さじ1/2、弱火で加熱しながら混ぜ合わせたら完成。味噌汁を添えます。これは前回紹介した手作りのインスタント味噌汁です。和風おろしの場合は大葉を乗せて大根おろしを乗せてポン酢大さじ1をかけたら完成。次にハンバーグをアレンジしてトマトのカレードリアを作ります。冷凍ハンバーグを1食分取り出します。水 100ml、 アルミホイルを乗せて包んだら蓋をして弱火で5分蒸す。ひっくり返して水分を飛ばしつつあと3分加熱します。トマトはくし切り、ブロッコリーは水を少量入れてレンジで蒸します。中火にしてざっくり崩しながら炒める。全体火が通ったら中濃ソース小さじ2、ケチャップで代用しても OK です。醤油小さじ2、カレー粉小さじ1、顆粒コンソメ小さじ1/2、トマトを追加。優しく混ぜ合わせます。トマトが温まったぐらいで火を止めます。トースター使用可能な耐熱皿に玄米ご飯 100g、 鶏ひき肉とトマト、とろけるチーズ 15g、 トースターで2分焼きます。乾燥パセリをかけて完成。
そぼろ大根を作ります。冷凍ハンバーグを1食分取り出します。ハンバーグ同士がくっついてしまっているときはレンジ600ワットで20秒加熱。水 100ml。 今回は煮込み料理なのでアルミホイルなしで解凍しつつ弱火で5分茹でます。大根は2センチ幅に輪切り、さらに4等分にカット。耐熱容器に大根と水 200ml、 レンジ600ワットで5分加熱します。解凍したところから崩して、大根ができたら茹で汁と一緒にフライパンに追加。中火にします。醤油大さじ1、みりん大さじ1、オイスターソース小さじ1/2、顆粒和風だし小さじ1/2。3分加熱。水 50ml と片栗粉小さじ2で水溶き片栗粉を作っておく。3分経ったら一旦火を止めて水溶き片栗粉を入れる。弱火でとろみをつけます。あれば刻みネギを乗せて完成。次はビビンバ丼を紹介します。冷凍ハンバーグを1食分取り出す。水 100ml、アルミホイルを乗せて包んだら蓋をして弱火で5分蒸します。もやし、人参、小松菜、ナムルを作ります。耐熱容器にもやし 50g、 3センチ幅にざく切りした小松菜1株分、人参1/2本分を千切り。レンジ600ワットで2分加熱します。ひっくり返して3分加熱。野菜それぞれに鶏ガラスープの素小さじ1/2、醤油小さじ1/2、ごま油小さじ1/2、胡椒少々、それぞれ混ぜ合わせます。水分を飛ばして崩しながら炒めます。醤油小さじ2、酒小さじ2、みりん小さじ2、天才糖小さじ1/2、にんにくチューブ2センチ、コチュジャン小さじ1/2。味付けしたら完成。
玄米ご飯 100g、 もやしのナムル、小松菜、人参、ひき肉、味噌汁に卵の卵白だけ入れて、卵黄をビビンバ丼へ。お好みで白いりごま、大葉つくねを作ります。冷凍ハンバーグを1食分取り出す。水 100ml、 アルミホイルを乗せて包んだら蓋をして弱火で5分蒸します。大葉4枚用意。つくねに添えるサラダを持っておきます。ひっくり返して5分加熱。水分を飛ばして焼き色をつける。一つのハンバーグを4つに分割します。大葉を乗せて醤油小さじ2、みりん小さじ2、皿に盛り付けたら完成。塩麻婆豆腐を作ります。冷凍ハンバーグを1食分取り出す。水 100ml、 蓋をして弱火で5分蒸します。長ネギは輪切り、5センチ分程度あれば十分です。豆腐は2センチ角にカット。解凍したところから崩していきます。火が通ったら長ネギ、豆腐、水 200ml、 鶏ガラスープの素小さじ1、醤油小さじ1/2、オイスターソース小さじ1/2、塩小さじ1/2、3分煮ます。一旦火を止めて水溶き片栗粉を入れる。弱火でとろみがつくまで加熱します。あれば刻みネギ、白いりごま、辛いのが好きな人はラー油、苦手な人はごま油を入れて完成です。
画の途中でも少し紹介しましたが、新しく真空保存容器を購入したので少し紹介します。私が買ったのはバクエンというメーカーのものです。ツイリングの保存容器も人気で、どちらにするかすごく迷ったのですが、容器の重さとポンプの大きさで今回買ったメーカーの方に決めました。この保存容器は軽いプラスチック製で、蓋は二重構造になったシリコンでしっかり密閉してくれます。このレタスはカット冷蔵してからちょうど1週間経った状態なのですが、色は少し変色してしまっているけど食感はパリパリのままです。ポンプが小さくて収納しやすく、真空するときは乗せてワンプッシュするだけ。真空が完了したら自動で止まります。水分の多い夏野菜は冷凍に向かないものが多くて、カット冷凍できないのがネックでした。真空保存容器ならカットした状態で冷蔵しても1週間程度なら十分持つなと感じています。ずっと欲しいと思いつつ、今まで購入するか悩んでたのは値段が高いから。保存容器4点とポンプがセットになったもので約2万円で購入しました。ただ長い目で見た時に、新鮮な状態で野菜が保存できるということは野菜のまとめ買いが可能、買い物の回数を減らせて時間も食費も節約できるならメリットの方が大きいのかなと思い、今回購入しました。まだ購入して2週間程度なので絶対おすすめとまで言い切れるほど使いこなしていないのですが、今のところかなり満足度は高いです。購入を検討している方は参考程度に見ていただいて、また使い続けてみた感想を皆さんに共有したいと思っています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。